こんにちは、日本語クラスです。ライブです。はい、もう一度言います。こんにちは、日本語クラスです。今日はニュースをライブでお話しします。はい、今までもやったことあるんですが、今日のニュースはちょっと難しい言葉も出てくるので、レベルが高い人にとっても面白いと思います。はい、ぜひ楽しんで聞いてください。はい、そして新しい言葉覚えてもらえると嬉しいです。はい、では行きましょう。ライブですので、今聞いてくださって声が聞こえたら、はい、聞こえますよというのをメッセージでぜひ送ってください。お願いします。はい。では始めましょう。今日のテーマは日本の経済について。それも皆さん、日本の経済ってどんなイメージありますか？良くなってる？悪くなってる？ずっと悪い？ずっといい？はい、いろんなイメージありますよね。で、これ、私は日本人として、もう最近特に経済、エコノミーですね、良くないって思ってました。はい。ねえ。だって、日本の円は本当に今安い。はい。だから、外国から日本に来る人にとってはいいですよね。特にアメリカの人にとってはとってもいい。日本今安いです。外国の人から見たら。はい。って、日本大丈夫かなって思ってました。このままでは日本は心配だと、はい、思っていたんですが、今日のニュースを読んで私は日本はまだ大丈夫だと思いました。はい。ですので皆さん一緒に日本はまだ大丈夫だと、はい、日本語を勉強してこれから意味があるなと、はい、自分の国のためにもなりそうだというのがちょっと思えると思う。ポジティブになれると思うので、はい、そのいい話を紹介しますね。はい。私にとっても実はこれ知らなかったことです。そうって。なんだ。いいことじゃないって。テレビのニュースばっかり聞いてると悪いことばっかり言うんですね。日本はダメだみたいな。ダメダメってよく言うんですけど、そんなことなかった。いいことあった。じゃあ行きますよ。今日のテーマはですね、ちょっと読みますけど、言葉最初から難しいけど、一回読みますね。昨年度の経常収支、何これってね、後で話しますよ。経常収支25兆3390億円の黒字。黒字、大事な言葉。過去最大の黒字額に、はい、ここ黒字額になりましたっていうのがここにはあります。でも新聞とかだとそういう言葉書いてないんですよね。はい、だから自分で考えなきゃいけないんですけど、これ簡単に言うと、昨年度だから2023年です。2023年の日本の経済のお金は25兆円ぐらいプラスになった。はい。黒字っていうのはプラス。利益です。プラスになって、それは今までで一番プラスになった金額が一番今までで多いですっていう意味です。これはいいこと。はい。よかった。日本どんどんお金なくなってるって思ってたんですけど、そうじゃないってことです。ビジネスで使ったお金と、ビジネスで使いますよね。日本全体がお金使う。で、お金もらうこともありますね。日本が何かを売って外国からお金もらうっていう。で、それがプラスになってるんです。25兆円。で、今までで一番多くなってる。プラスになってるっていうすごくいいニュース。よかったです。で、これもうちょっと細かくいきますね。だからよかったと思ってください皆さん。はい。で、今日はこの1ページと2ページと3ページ、この3ページいきます。だけどね、そうだな、ちょっと難しい言葉あります。はい。だから面白いと思います。はい。でも分かりやすく説明するように頑張ります私。じゃあ行きます。
あとごめんなさい。声聞こえてるんですか？誰もメッセージくれてない。メッセージください。今たくさんの人聞いてくれてます。お願いします。で、私話してますけど、メッセージどんどん送っていいですからね。このニュースについて思ったこととか、どうぞ自由に。あと声聞こえるか送ってください。じゃあ行きます。まずこの1ページ読みます。日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す昨年度1年間の経常収支は、自動車の輸出が伸びたことなどから2兆円余りの2兆円余りの黒字で過去最大の黒字額となった。前の年度より16兆2604億円増え、比較できる1985年度以降で最も大きい黒字額となった。はい、まずここまで。でもここの話が、この1ページが一番まず大事なことを言ってます。はい。この後はもうちょっと詳しく、なんで増えたの？なんで黒字ですかっていう説明をどんどんしますね。まず言葉説明しましょう。意味の確認をしましょう。日本が外国との貿易、大丈夫ですね。いや、投資、インベスティゲートです。他の会社とかにお金を払って、その会社が大きくなるようにお金を貸してあげるとか、そういうのです。はい、投資です。で、どれだけ稼いだはお金をもらったかを見せる。昨年度、だから1年前、2023年です。2023年の1年間の経常収支。はい、経常収支はこれは N1 でも出てこないです。これはもうエコノミー、経済の言葉です。でもこれは何かって言ったらここで説明してる。経常収支っていうのは何ですかって言ったら、それは外国とかの貿易とか投資してどのくらいお金をもらったかっていうのを見せるもの。はい。だから、貿易でどれだけ例えば輸出ですね。日本のものを外国に売ってどのくらいお金をもらえたか。はい。もちろん作るためにお金かかりますから、自分で作ったお金ともらったお金でプラスマイナスして、プラスになった部分がこれ。はい。うん。大丈夫ですかね。例えば100万円で作ったものを、300万円で売った。例えばね、何か車でもいいです。100万円で車作ってそれを300万円で外国に売ったら200万円プラスですね。200万円プラスになった。それが経常収支です。で、それが多かったんです。去年ね、日本はね。で、それは、自動車の輸出が伸びたことなどから、やっぱりこれですね。自動車を輸出した。日本の車を外国に売った。それが伸びたっていうのは多くなる。伸びる。そうですね。輸出するものが増えたってこと。それで25兆円余りは大体ってこと。25兆円ぐらいの黒字が出た。黒字で過去最大、今までで一番の黒字の金額になりましたってこと。すごいですよ、これは。コロナもあったから、はい、大変だったと思うんですけど、もう今までで一番多いと、プラスになっている。そして前の年度だから、2022年ですね。2022年より16兆2604億円増えた。プラスになったんですね。増えていて、比較できる1985年度以降で、だからいろいろ比べられる。今までで過去で最大、今までで一番の黒字って言ったけど、いつから見て過去ですかって言ったら、それは1985年から調べてるんですね。
1985年から今までで一番最も大きい黒字額になった。だからだいたい38年間ぐらい、38年、今から38年前までで調べると、今その38年間で一番プラスになってます。25兆円で一番プラスになってる。今までで一番多い金額ですと言ってる。ビジネスがうまくいってるってことです。すごいですね。で、そこちょっとびっくりしました私。あ、そうなんだって。はい。で、次行きましょう。読みます。で、ここ赤い字書いてあるんですね。これね、すっごいビジネス日本語ですごい大事。はい。後で説明します。いきます。このうち貿易収支は原油などのエネルギー価格の高騰が一服して輸入額が減少した一方、半導体の供給制約が緩和して自動車の輸出が増えたことなどから赤字額が大幅に縮小した。はい、漢字がいっぱいですね。でも意味わかりますか？どうでしょうか？メッセージありがとうございます。ブルース・リーさんが聞こえます。ありがとうございます。ブルースさんね、いつも聞いてくださってありがとうございます。じゃあ行きましょう。このうちっていうのは、この中でっていう意味です。うちってね。このって何かって言ったら、この前の部分です。前のこのうちっていうと、多分これですね。この話してますから、25兆円の話です。25兆円プラスだった。25兆円の中で、貿易収支だから貿易でプラスになったのはってこと。はい。ここの経常収支っていうのは貿易とか投資でもらったお金を合わせたものですね。でそれが全部で25億円で、この中で貿易でもらったお金は、どういうものかっていうと、どういうことかというのを説明すると、それは原油、油、オイルですね。はい。今ね、戦争している国がありますね。あそこの国の影響もあって石油が高くなってますね。これみんなの国も同じですね。その石油、原油、油などのエネルギー価格、エネルギーの価格ですねの高騰。はい、これです。これはぜひ覚えましょう。もし知らなかったら。高騰は漢字の通りなんですけど、高くなるの意味です。何々の価格の高騰ってよく使います。はい、どんどん値段が上がるって意味です。価格が上がるって意味です。高騰するって言います。はいね。値段が上がっていたのが価格の高騰が一服して、まずここまでで一つなんですけど、一服っていうのはこれは止まるってことです。はい。一服はこれは難しいですね。漢字は簡単なんですが意味は難しいですよね。これね、一服っていうのは今まで、値段が上がっていたけれど価格が上がっていたけどそれが、止まる、一回止まること、はい、その値段が落ち着くことを一服って言います。はい。で、これはもうビジネス日本語です。はい。一服する。だけど日本人がよく使う、会話でよく使う一服という言葉も実はあります。それはビジネス日本語じゃなくて、例えば散歩をしていてちょっと疲れたからねえねえ、ちょっともう足が痛いからさ、そこの椅子に座って一服しようよ、一服しようよと言います。意味は何？はい、そうです。一服はちょっと休憩する。それもお茶とかを飲みながらちょっと休憩するっていう意味です。はい、これ日本人すっごいよく使います。ちょっと一服しようって。はい、少し休むってことです。
はい。で、あとは別の意味でちょっと一服したいからここで待っててって言ったら、タバコです。吸います。タバコを吸って休憩しますね。だから一服っていうのはタバコを吸って休むっていう意味もあります。一服っていうのね。はい。だから止まってますね。でもね、タバコを吸う時もお茶を飲む時も椅子に座ったり立ってちょっと止まってしますね。飲んだり吸ったりタバコ吸ったりしますよね。だから止まるってこと。はい。なのでここの価格が上がっていたのが止まるってことです。はい。でした。ですので一服っていうのは実は3つ意味がある。休憩する、お茶を飲んで、タバコをお茶を飲んで休憩するとか、タバコを吸って休憩するっていうこと。はい。まずこの2つと、あとはこういう価格が上がっていたけどそれが止まるっていう意味にも使うんですね。はい。これはね、本当にビジネス日本語なのでなかなか難しいですね。はい。では、だからこの貿易の収入ですね。それは、原油とかが値段が上がっていた、それが止まった。だからすっごい高くなってたのがそんなに高くなくなったってことですね。少し落ち着いたんですね。うん。多分でも前より高いと思うけど、でもどん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 上がる上がる上がるじゃなくて、値段が上がるのが止まったってこと。で、止まって輸入の額、日本に入ってくる輸入の額が減少した。外国から日本に物を売るのが減った。そうしたその反対に、一方で反対に半導体。はい、半導体も大事な言葉ですね。半導体わかりますか？知ってますか？半導体、ちょっと私英語で今わかんないけど、例えばパソコンの中を開けると、いろんな機械が入ってますね。ああいうもの、部分、ああいうとこ。はい。車とかもそうだと思いますよ。車の中にも半導体ってあるんだと思うんですけど、ちょっと間違えてたらごめんなさい。半導体、これ大事だから、ぜひ言葉知らなかったら調べてくださいね。あと、スマートフォンにも半導体って入ってますね、多分ね。中を開けた時にね。はい。なんて言うんですかね。本当にメカ、機械の部分です。それ。半導体の供給制約が緩和して、半導体を、外国に売るためのルールがあったんですね。外国に売るルールがあったんだけど、それがルールがあまりなくなった、緩和した、緩くなった、緩いって言います。ルールが緩くなる。ルールが緩くなったから日本の半導体を外国に売りやすくなったんですね。売ってもいいよ。外国の人が買います。いいですよ。日本の半導体買いますよって言ってくれた。だからそれで自動車の輸出が増えたんです。日本の自動車買ってくれるんです。よかったですね。自動車の輸出が増えた、それとかなど、そういう理由から赤字額、赤字っていうのはマイナスのお金です。マイナスのお金が大幅に、たくさんってこと、大幅に縮小した、小さくなった。はい。ちょっと今私説明長すぎましたね。簡単に言うと貿易の金額がプラスになった部分が多いってことです。で、なんでって言ったら、石油とかエネルギーの価格がどんどん高いのが止まった。そして、日本が買うお金が減ったんですね。日本石油ないですから外国から買うんですね。だからその輸入のお金、石油のお金の払わなきゃいけない、日本が外国に払わなければいけないお金が減ったんですね。よかったよかった。減った。そしてだけど日本のものを買ってくれる人、
日本のものを買ってくれる国が増えたんです。日本はだから、お金たくさん払わなくて済んだ。でも反対にいいことがあった。あといいことだけですね。日本、払わなくていいし、たくさん払わなくていいし、日本のものは外国の人がもっともっと買ってくれるようになったってことです。例えば自動車の輸出です。はい。で、ここに書いてないんですよ。日本のこの自動車の輸出が増えたのは、一番多いのは主にアメリカだそうです。日本の自動車をよく買ってくれて、2023年の時買ってくれたのはアメリカが一番多かったみたいですね。で、この半導体っていうのは、これは結構台湾が買ってくれてるみたいです。台湾に日本から輸出してるってことです。はい、だそうですよ。ねえ、みんなの国でどうですかね。うん。で、じゃあ次行きましょう。最後です。ここもいいこと書いてあります。はい。合わせて発表された今年3月の経常収支は、石炭や LNG、つまりこれはってこと。液化天然ガスの輸入額が減少したことなどから3兆3988億円の黒字だった。黒字は14ヶ月連続となり、3月としては過去最大となったです。はい。難しい言葉いっぱい書いてありますね。はい。でも簡単に説明しましょう。合わせて発表されたこと、合わせてっていうのは一緒にってことです。こっちのことも発表されたし、もう一つの情報も発表されましたよって言ってます。はい。発表された今年です。今年だから、これは2024年、今です。2024年今の3月、今年の3月の経常収支。だから、どのくらいプラスですかってこと。日本全体のビジネスのお金プラスはどのくらい？それも3月はどうだった？これ毎月2月、1月、1月、2月、3月とかね、毎月毎月いくらプラスだったかっていうのを計算しているんですけど、3月はどうだったって言ったら、それは石炭や、やっぱりこれもエネルギーです。はい。石炭やこの天然ガスです。ガス日本ないと思うんですよね。これね、ほとんど日本こういうのないと思うから、全部輸入です。外国から買います、日本が。で、輸入するお金が減った。よかったですね。日本減ったんですね。安く買えるようになったんですね。輸入額が減ったことなどから、減ったから3兆円ぐらいプラスになった。うん。何がと言ったら経常収支です。だから日本が、お金も払う。ガスを買うためにお金を払ってるんだけど、さっきみたいに車とか半導体を売ってます。外国に売るからお金もらうんですね。もらうお金と売るお金、払うお金、プラスマイナスありますね。だけど残ったお金はプラスだったんです。プラスだった。よかった。はい、お金残ったんです。それが3兆円ですと言ってる。はい。で、これはどのくらい多いかと言ったら、それはこの黒字は14ヶ月連続になってる。ずっと黒字なんです、日本。ずっとプラスなんです。よかった。ずっとプラスだし、3月としては、3月だけ見ると、毎年の3月だけ見ると、過去最大なんです。過去最大のプラスですという意味。だから、黒字は14ヶ月だし、今までずっとプラスなんですね。だからイメージは、自分のお財布の中にお金がずっと残ってる。14ヶ月。はい、よかった。14ヶ月ずっと残ってて、で3月、例えば去年の3月とか2年前の3月、3年前の3月、5年前の3月とか比べると、3月だけ比べると、今までで一番お財布にお金が残ってますっていうこと。
よかったですね。ってことは去年より残ってるってことですね。ってことはこれはつまりこのままずっとお財布にお金が残っていれば、この残ってるお金、経常収支って言いますよね。去年は25兆円だったけど、これ25兆円って言ってましたよね。このままうまくいけば2024年は24年全体の経常収支は25兆円より多くなる可能性が高いです。はい。ということ、つまり日本の経済は良くなってるってことです。プラスになってる。日本の財布に残ってるお金はどんどん増えているってこと。よかった。本当によかった。私本当にそう思ってます。はい。もう悪い話しか聞いてなかったからね、今まで。日本は借金がいっぱいある、外国からお金借りてる、返さなければとかいろいろね、悪いこと言われてましたので、だけどいやいやいや、結構ビジネスはうまくいっているという話です。これよかった。はいでした。ですので、皆さんの国ともねきっと関係があると思います。ただやっぱりちょっとへえと思ったのは、その輸出の時に影響しているのは車なんですね。車と半導体なんですね。だからね、やっぱりまだ車の会社頑張ってほしいなと思います。はい。ということでした。はい。皆さんの国での日本はどうでしょうか。ぜひよかったら意見をください。皆さんすごい一生懸命聞いてくれてメッセージ全然送ってないいいですよ、大丈夫。はいね。難しい言葉あったと思うんですが、ぜひ覚えてみてください。特にこれね、価格の高騰一服っていうのね、はい、説明しましたよ、さっきね。はい。あともっと興味ある人、前に話しました。日本のお札が変わります。これ変わりますよ。新しくなります。わーい、やった。6月に変わります。あ、ごめん、6月じゃない、7月ですね、確か。見てください、この YouTube ビデオ。はい。何に変わるとか。1000円、5000円、1万円、変わります。うわーい、楽しみ。はい。聞いてくださいね。よかったらね。あとは N2 の問題やってみたい。読解問題です。読解問題やってみたい。N1 の読解問題やってみたい。はい。YouTube でできますよ。あとはビジネス日本語もっと知りたい。はい。どうぞ。私の YouTube でできます。あとビジネス電話もできます。ありますよ。はい。見てください。あとは JLPT の読解の勉強、もっともっとたくさんやりたいという人、はい、できます。N2 と N1、はい、どうぞやってください。合格してください、皆さん。私のオンラインレッスンの中でこれは見られますので、リンク、後で下に書いておきます。はい、どうぞ見てください。ぜひ合格してください。ね。はい。ということで皆さん今日難しい言葉ありましたが、どうだったでしょうか。一つでも多く覚えてほしい。そしてビジネス日本語もそうだ、勉強できます。はい、Zoom のレッスンしてます私。はい、Zoom のレッスンでビジネス日本語とか会話の練習、プライベートレッスンあります。プライベートレッスンは何でも一緒に勉強できます。リーディングでも会話 EJU、 大学の試験です。日本の大学入るための勉強とか、はい、JLPT でもいいし何でもいいですよ皆さん。はい、あとレベルも N5 から N1 までどんな人でも私は教えます。はい、私英語とドイツ語話しますので、もし全然日本語できない人だったらはい、それだったら話せます。はい、全部これはねオンラインレッスンの中から詳しくは見てください。リンク、コメントのとこに書いて貼っておきます。はい、では今日はこんな感じでした。はい、皆さんまた一緒に勉強しましょう。で、皆さん今すごい勉強してますね。YouTube 聞いてますね。よかったよかった。はい。じゃあまたやりますので、ぜひライブ遊びに来てください。今日もありがとうございました。